今日は電子レンジで簡単に作れるオートミール蒸しパンを作りました。こんにちは、料理研究家のゆかりです。このチャンネルはいろんな料理のレシピ、そして役立つ情報をご紹介していくチャンネルです。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。今日は電子レンジで簡単に作れるオートミール蒸しパンを3種類作りたいと思います。はい、ということで今回はですね、薄力粉とかホットケーキミックスとかこういった粉類は使わずにオートミールを使って作っていきたいと思います。そしてですね、プレーン味、ココア味、抹茶味、この3種類今回は作っていきたいと思います。混ぜてチンするだけなのですごく簡単に作れます。ぜひ最後まで楽しんでみてください。それではどうぞ。それではまずプレーン味の材料からご紹介します。材料はこちらです。オートミール、無糖ヨーグルト、卵、ラカント S、お水、ベーキングパウダーです。こちらの材料で作っていきます。で、今回ね、オートミール蒸しパンにはヨーグルトを加えます。このヨーグルトを加えるとですね、とってもふわっとしっとりとした蒸しパンに仕上がります。続いて、ココア味の材料をご紹介します。材料はこちらです。オートミール、無糖ヨーグルト、卵、ラカント S、お水、ベーキングパウダー、ココアパウダー、そしてフリーズドライフレークです。ココアパウダーにはトッピングとしてね、こちらフランボワーズのフリーズドライフレークを使っていきたいと思います。これね、私富沢商店さんで買いました。100円ぐらいで売ってるので、これ酸味があってココアパウダーにすごく合うので、これを今回はトッピングしたいと思います。で、あるいはね、砕いたくるみとか、あと砕いたアーモンドとかそういうナッツ系もね、美味しいので、お好みのものをトッピングしていただいても OK です。続いて抹茶味の材料をご紹介します。材料はこちらです。オートミール、ヨーグルト、卵、ラカント S、お水、ベーキングパウダー、抹茶パウダー、アーモンドスライス、こちらの材料で作っていきます。この抹茶味には今回ね、アーモンドスライスをトッピングしたいと思います。これはトッピングなのでなくても大丈夫です。で、今回はですね、こちらのタッパーを使っていきます。長さが13センチ ×9 センチのタッパーです。500ミリ入るものになりますね。今回はこちらを使っていきます。では早速作っていきます。まずタッパーに卵を割り入れます。今回使う卵は M サイズの卵を使ってます。こちら L サイズでも OK です。まず卵だけを混ぜます。で、ある程度混ざったらここにヨーグルトですね、はい、そして混ぜます。で、その都度よく混ぜるようにしてください。でね、このヨーグルト入れていただくだけで本当に食感がね、ふわっとしっとりと仕上がります。このようにしっかり混ざれば OK です。続いてお水、そして混ぜます。ラカントでよく混ぜます。で、ラカントのね、シャリッという感じがなくなれば OK です。そしてここにオートミールですね、はい、これでよく混ぜましょう。混ぜたらですね、一度このまま少しオートミールをふやかします。このまま10分ほど置いておきましょう。はい、10分経ちました。そしたらもう一度よく混ぜてください。さっきよりもオートミールがこんな感じでね、ふやけてます。で、もしね、このオートミールのつぶつぶ感が嫌だなっていう場合は攪拌して使ってください。それでは最後ね、ベーキングパウダーを入れます。そしてよく混ぜましょう。で、この隅っこもね、綺麗に混ぜてください。はい、 OK です。そしたら少し高いところから 2,3 回落とします。大きな空気を抜きます。それではこちらを電子レンジ 600W で3分30秒加熱します。出来上がりました。こんな感じにふわっと仕上がってます。それではね、ラップの上に出します。ポッと、はい、よいしょ。こんな感じでふわっと仕上がってます。このままね、すぐ召し上がっていただいてもいいんですけれども、ちょっとね、熱々なので一旦こうやってふわっとね、ラップをしていただいて、で、乾燥しないようにして粗熱を取ります。続いてココア味を作っていきます。まずタッパーに卵を割り入れます。そしてよく溶きほぐします。これで OK です。そうしましたらここにヨーグルトを入れます。そしてよく混ぜましょう。はい、よく混ざれば OK です。ここにお水を加えます。そして混ぜます。
ラカントです。混ぜましょう。ココアパウダーをふるって加えます。これはね、ダマにならないようにできるだけふるって加えるようにしてください。よく混ぜましょう。はい、このようにしっかり混ざれば OK です。そうしましたらここにオートミールを入れます。混ぜます。こちらもこのまま10分置いてオートミールをふやかします。はい、10分経ちました、ね、ちょっともったりとした感じの生地感になってます。これをよく混ぜましょう。はい、こんな感じです。で、最後にベーキングパウダーを加えます。混ぜます。はい、よく混ざれば OK です。で、そしたら少し高いところから 2,3 回落とします。はい、そして最後トッピングです。こちらね、フリーズドライを上からかけます。で、これね、中にね、そのまま入れちゃってもどちらでも OK です。これで OK です。それではこちらをこのまま電子レンジ 600W で3分30秒加熱します。ココア味ができました。こんな感じに仕上がってます。それではこちらもラップの上に出します。よいしょ。開けます。よいしょ。はい、こんな感じでふっくらと仕上がってます。それではこれもね、ふわっとラップをして、で、これでしばし粗熱を取ります。続いて抹茶味を作っていきます。で、抹茶味はですね、この抹茶パウダーが結構ダマになりやすいので、先に抹茶パウダーをお水に溶かして、それから作っていきたいと思います。で、まず抹茶パウダーを入れていただいて、ここに水をね、まずちょっと垂らします。そして混ぜます。で、必ず抹茶パウダーは少しずつ水となじませていってください。一度に入れちゃうとね、それもダマになってしまいますので、少しずつね、加えていきましょう。はい、ちょっと入れます。このね、タッパーが結構面積が広いので、ちょっとやりづらいなっていう時は少しちっちゃめのね、器で溶いていただいても OK です。はい、このようにしっかりね、水に溶ければ OK です。抹茶は最初に抹茶を溶かしたので、入れていく順番が変わっていきます。次にヨーグルトを少し加えます。半分ぐらいですかね。そして混ぜます。大体混ざったら残りのヨーグルトを加えます。そして混ぜます。このようにしっかり抹茶が混ざれば OK です。そしたらここに卵を割り入れます。そしてよく混ぜましょう。はい、このように白身がしっかり切れれば OK です。そしてここにラカントを加えます。そしてよく混ぜましょう。はい、ラカントがしっかり溶ければ OK です。ここにオートミールを入れます。はい、そしてよく混ぜます。それではこちらもこのまま10分置いてオートミールをふやかします。はい、10分経ちました。こんな感じでね、ふやけてるので、これをよくもう一度混ぜます。最後にベーキングパウダーを加えます。そして混ぜます。はい、OK です。少し高いところから 2,3 回落とします。はい、で、最後ですね、こちらアーモンドスライスを上に乗せます。はい、これで OK です。それではこのまま電子レンジ 600W で3分30秒加熱します。はい、抹茶味が出来上がりました。こんな感じに仕上がってます。こちらもラップに出します。よいしょ。はい、開けます。オープン。抹茶もこんな感じでふわっと仕上がってます。こっちもね、ふわっとラップをして、このまま粗熱を取ります。それでは粗熱が取れたので、一口サイズに切りたいと思います。じゃあまず半分に切っていただいて、中身はこんな感じでふわっとした仕上がりになってます。あとはまあ食べやすい大きさに切っていきます。これで完成です。はい、続いてココア味も切りたいと思います。はい、こんな感じに仕上がってます。
はい、それでは最後抹茶味ですね。こちらも食べやすい大きさに切っていきます。はい、こんな感じに仕上がってます。はい、これでオートミール蒸しパンの完成です。こんな感じに仕上がってます。こちらがプレーン味、そしてココア味、そして抹茶味です。こんな感じに仕上がりました。それではいただきたいと思います。じゃあまずプレーン味からいただきます。手づかみで失礼します。いただきます。オートミールのちょっとプツプツっとした食感もすごく美味しいですね。続いてココア味いただきます。最後にのせたドライフルーツもすごくアクセントになってて美味しいです。それでは抹茶いただきます。抹茶の香りが口の中に広がってすごく美味しいです。上にのせたねアーモンドもねいい味のアクセントになってとても美味しいです。ということで今日も美味しく仕上がりました。今回のオートミール蒸しパンのポイントです。まず今回ね3種類作ったんですけれども、どれもね混ぜて電子レンジで加熱するだけなのですごく簡単に作ることができます。オートミールもねいろんな種類があるんですが、クイックオーツかまたはインスタントオーツを使っていただくといいかなと思います。オートミールのつぶつぶ感がちょっと気になるなっていう方はミキサーとかあとはフードプロセッサーで攪拌してみてください。そしてですね混ぜるポイントなんですけれども、一回一回材料を加えたらその都度しっかり混ぜるようにしてください。抹茶味だけ混ぜる順番が変わってます。そちらは注意して作ってみてください。そしてもう一個ポイントなのが、電子レンジで加熱する前に少し高いところから 2,3 回落としてください。そうすることで綺麗に加熱することができます。あとは電子レンジで加熱するだけなのですごく簡単にできます。でこちら加熱するときは必ず耐熱性のものを使っていただくのと、あとはね使う容器によって適正な加熱時間が変わってくる場合がありますので、様子を見ながら加熱してみてください。ということで今回ね3種類ご紹介したんですけれども、いろいろ味を変えながら楽しんでいただけたらと思います。すごく簡単なのでぜひ作ってみてください。今日はオートミール蒸しパンを作りました。私のチャンネルでは他にもたくさんいろんな動画を配信してます。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。そして Twitter、インスタ、Facebook、TikTok、こちらにもいろいろアップしていますので、ぜひいいね、フォロー、シェアしていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。ということで今日はこの辺で終わりたいと思います。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひグッドボタンもよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。